おはようございます。たかしです。本日は2月16日金曜日、ただいま9時48分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、ノートメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日の日足は長い下髭の陰線となっております。一度この高値、直近ずっと何度もレジスタンスされてきたここの白い水平線というところを下抜けたんですが、最終的に結果的にはそこ、ローソク足の実体部分はその上で確定しております。つまり、この白い水平線が意識されてサポートされてきた可能性が考えられますね。ただ現在、日足ではまだダブルトップみたいな形を作ってくる可能性は十分にありますので、ダブルトップというか3層みたいな形を作るかもしれないですね。現在はここが左肩、そしてこの直径の高値が頭部分、そしてここからもし下落してくれば右肩を作るみたいな、そういう動きをしてくるかもしれない。ただし、あくまでそれは下落してきた場合の可能性であって、今はまずこの白い水平線でサポートされているかどうかっていうところを本日は確認しておきたいです。日足のストキャスティクスはデッドクロスで下落中ですので、基本的には上値は重くなると思いますので、ここからどんどん上昇するというよりも、昨日の高値安値っていうところで底固めをして、そこから上昇に迎えるかどうかという、今は直近の上昇に対する下落からの値固めをして、そこから上昇に迎えるかという、その値固めの期間に入ってくる可能性を見ておきたいですね。基本的には先ほど言いましたように、ストキャスティクスが高値圏から下落中ですので、上値は重いので、ここから本日すぐにどんどん上昇するというイメージは今のところは持っておりません。では4時間足です。4時間足を見ていると、これ綺麗な上昇トレンドなのがわかりますね。GMMA の青帯で昨日も接触して、そこからの上昇になっております。ただちょっと昨日のこの下落、GMMA の青帯に深く刺さってきてますので、ここからは上値が重くなるだろうというのも4時間足から見て取れます。昨日のこの上昇わかりやすかったですよね。ストキャスティクス安値圏からの上昇。結局は指標発表で上昇してきたわけなんですが、この GMMA とかストキャスティクスを見ていても、ここから反発するかもしれないっていうことは分かったと思います。そして直近の安値付近っていうところも反発しやすかったという理由の一つになりますね。本日はここから上昇していく可能性も考えるんですが、ストキャスティクスそろそろ高値圏に入りますので、それは注意が必要です。日足ではストキャスティクスがデッドクロス、そして4時間足のストキャスティクスも間もなく高値圏に入りそうですので、やはりこれを見ていても、ここからどんどん上昇するというイメージはちょっと浮かんでこないですね。ただ、昨日の強い上昇がありますので、どんどん上昇しないにしても、下がったところは買われやすいと思いますので、本日はじりじりと下げてくれば、そこからの短い押し目買いっていうのをしておくのがいいのかもしれません。では、1時間足です。1時間足は GMMA が横ばいですね。そしてここのところ、ここ3日間ほどの動きを見てますと、下落トレンドを作っております。昨日のこの下落っていうのも安値更新をしてきてますので、今高値を切り下げ、そして安値を更新してきてますよね。ですので、今はこういう下落トレンドを作っている最中です。その下落トレンドからの昨日の上昇が調整の上昇とも見れますので、ここからの下落っていうことも十分考えられます。ただ、今1時間足の GMMA の上に乗せてきてますので、ここでサポートされればもう一段の上昇 189.2 付近ですね。それがこの直近の高値になりますので、そのあたりまでの上昇をイメージしておきたい。189.2 というこの直近の高値を上抜けてくれば、190円付近を目指して上昇するかもしれませんが、今のところ、日足とか4時間足を見ていると、それほどどんどん上昇するという印象は持てませんので、やはり本日は昨日の高値、安値っていうところでのレンジを想定しておきたいですね。そう考えると、188円という昨日の安値から、189.2 という昨日の高値の間でのレンジになってくる可能性を考えておきたいので、そのあたりでのトレードになってくるのかなと。1時間足の GMMA は今、一応 GMMA の上でサポートされている感じもするんですが、GMMA 自体が横ばいですので、ここからレンジに移行していくっていうことも考えられますので、どんどん上昇するとか、どんどん下落するというイメージは持たない方がいいと思います。ただ、やはり昨日の強い上昇がありますので、下がったところは買われやすくなりますので、現在地からじりじりと下落していけば、そこからの押し目買いで、昨日高値を上抜けるような動きになるかどうかに本日は注目です。
では次はドル円の冷やしです。こちらもストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしているので、基本的には上値は重くなりそうですね。昨日はローソク足陰線。ただ昨日もお話ししてましたが、ここのところ陽線自体が大きいんですね。陽線の大きさに対して陰線が小さくなっておりますので、基本的に下落方向は調整の動きだということを昨日もお話ししていたと思います。現在目指しているのはこの高値ですね。151.9、だいたい152円付近を目指して上昇中。ただここから上昇するのか、GMMA の青帯に一度押しをつけてから上昇になるのかはわかりませんので、今はストキャスティクス高値圏ですし、基本的には下落しやすい、そういう試合ではあります。ただし、日足の GMMA は上向きですので、日足単位では上昇トレンド中。そして4時間足の GMMA に昨日はサポートされて上昇してきているんですね。このあたりはポンド円も同じですので、次4時間足を見ていきましょう。では4時間足です。日足の GMMA ぐらいまで下落してくる、日足の調整下落がまだ継続している可能性もあるんですが、現段階では4時間足の GMMA でサポートされそうな雰囲気も感じます。昨日はじりじりと下落してきましたが、結局はこのオレンジの水平線付近で現在下げ止まっている感がありますね。そして GMMA とも接触、ストキャスティクスもゴールデンクロス。ただちょっと上昇の勢いも弱いなとは感じます。というのもこの赤いトレンドラインを下抜けてきてますよね。ですのでちょっと上値は重いんですが、一応今反発局面にはありますので、ここから反発上昇していけるのか、そして直近の高値を超えてこれるのかどうかっていうところに注目です。ただ、日足のストキャスティクスはデッドクロスしてきておりますのと、日足の GMMA との乖離が進んでおりますので、もう少し大きめの下落をしてくる可能性もある。そして今トレンドラインを下抜けて、ここで揉み合った後、もう一段下落するということも考えられますので、下落してきた場合はここですね。今は 149.75 付近で止められてますが、ここ下抜けてくると 148.9 付近まで下落してきますので、昨日安値を下回ってきた場合はそのくらいの下落幅を考えておくのがいいと思います。そして昨日のこの安値付近でサポートされれば、ここから再び直近最高値の151円ぐらいを目指していくと考えます。今はそれがどちらになるのかっていうところを今日は見ておきたいですね。では1時間足です。1時間足は一昨日からだらだらと下げてきたんですね。そして昨日もその下落は継続して安値更新をしてきてます。ちょっと形としては汚いんですが、小さく下落トレンドを作っているんですね。そして先ほど4時間足で言ってましたこの赤いトレンドラインも下抜けてきた。今 GMMA の青帯を上抜けるかどうかっていうところにありますが、これを上抜けると GMMA の青帯がだんだんと上昇していきますので、そうすると上昇しやすくなりますが、現在地を明確に上抜けられないと再びこの下落トレンドが継続していきますので、それがどうなるかっていうところを見ておきたいです。まずはこの直近高値ですね、150.3 付近を明確に抜けられるかどうかというところに注目。抜けられなければ現在の下落トレンドが継続しますので、昨日の安値 149.5 付近を目指してもう一度下落する。そして昨日の安値を下抜けると 149.2 付近まで下落してくると考えます。逆に 150.3 付近、直近の高値を上抜けますと、次は 150.5 付近まで、そして 150.5 を上抜けると151円を目指して上昇すると考えますので、その辺の動きをイメージしておくと本日は分かりやすいかもしれませんね。ドル円もポンド円も上値は重いんじゃないかなというふうに現時点では見えますので、上昇する場合も下落する場合もどんどんそれが進行するというイメージは今のところはない。ここから上昇する場合も本日は値固めをしてくる、値固めの1日で終わる可能性もあるので、そうすると上がったり下がったりという方向感のない動き。ポンド円もそうでしたが、ドル円の GMMA の青帯も今横向きですよね。ですので基本はレンジと考えますので、そのレンジの動きも想定しつつ、そこを上抜けて上昇していくかもしれないという、そういうイメージも持っておくと分かりやすいと思います。ですので先ほど言った意識されるポイントを上抜ければそこからの上昇についていく、上抜けられなければ昨日安値を目指して下落してくるみたいなイメージを持っておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。
FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。